それでは、ユーザー視点で見るイーサリアム2.0ということで発表します。よろしくお願いいたします。私はレイヤー X の中村と申します。レイヤー X では主に研究開発担当の執行役員をしておりまして、この2年ぐらいイーサリアムへのコントリビューションをしております。研究開発組織の名前としてレイヤー X ラボというものがあって、この中ではイーサリアム2.0以外に、CBDC とか、インターネット投票みたいなことも研究してたりします。はい。で、イーサリアム関連の研究ですと、特に、コンセンサスアルゴリズムのキャスパーに関して、論文を書いたりとか、あとは今の、イーサリアム2.0の仕様に脆弱性を見つけて、その対策を提案したりとかっていうことをやっております。本日のテーマですね、ユーザー視点で見るイーサリアム2.0ということで、今、イーサリアム2のですね、フェーズ0のローンチ間近でございますけれども、その中でですね、特にユーザーにどんな影響があるのかとかっていうのを、フェーズ1の以降の、シャーディングが導入された後のところでお話しできればなというふうに思います。じゃあ、まず早速、シャーディングでのユーザー行動というところからお話しできればと思います。まず、シャーディングとはというところでですね、非常にざっくりとした定義をすると、全体のシステムを複数のブロックチェーンに分割すると。で、それぞれがシャードっていうふうに言われたりしますと。で、それぞれのシャードはもう本当に完全に別々のもので、別々の履歴、別々の状態を管理しているので、それぞれが並列に実行されることによって、スループットが上がるといったものになります。ところが、このシャーディングっていうのは、結構今までは、そのセキュリティとか、バリデーターの視点とかの議論が多かったんですけど、一方でどういうふうにユーザーに影響があるのかってところについては、まだまだすごく3つな部分が多いという状況にあります。その中で、私が、シャーグリラーっていう、プロジェクトに取り組んでいます。シャーグリラはですね、シャーディングプロトコルの開発支援システムというもので、まず一つ目がシャーディングのどういうものが起きるかっていうシミュレーター、それからその内容を可視化するビジュアライザー、でそれによってシャーディングのいろいろなパラメータを最適化するみたいなことができるようなシステムになっています。で、シャーディングというか、ブロックチェーンのシミュレーターっていろいろあるんですけれども、その多くがどちらかというと P2P のレイヤーとか、コンセンサスのレイヤーっていうのが多いのかなというふうに思うんですけど、シャーグリラについてはどっちかというとユーザーコードとか、そのユーザーが作るトランザクションとか、そういったアプリケーションレイヤーを対象にしています。現状の進捗という意味だと、最初のバージョンが実装完了していて、で、GitHub を公開しております。で、最初のバージョンで、実際に、シミュレーションを行ってみて、その結果をイーサリアムリサーチに投稿しています。では少し実験結果の紹介をできればというふうに思います。まず、一番我々が注目しているユーザー行動として、シャーディングでは、ユーザーは手数料が安いシャードに移動するという行動をするんじゃないかというものがあります。具体的には、シャーディングだと本当にそれぞれのシャードっていうのは、別のものになるので、それぞれ別のトランザクションが発生して、それぞれでオークションがなされるっていう感じになるんですけど、そうなってくると、混んでるシャードだと手数料が高くなって、そうじゃないシャードだと安くなるっていうことが起きたりします。で、それによってユーザーが混雑していないシャードを選んだりですとか、あとですね、ちょっと今日は詳細はお話しできないんですけれども、シャーディングにおいて、シャードをまたがるような処理っていうのは、普通のトランザクションとは違って、クロスシャドートランザクションっていう風な、形になります。で、このトランザクションは普通のトランザクションよりもコストが一般的に高くなるのがあるので、ユーザーにとっては、自分が例えば送金を頻繁にする相手みたいな、ちょっとお得意先みたいな人がいるシャードを好む。それによって手数料を下げようとするっていう傾向も、考えられます。で、さらに具体的には、こういったシャードを移動するっていう行動は、おそらくユーザーが自分で手数料の予想をですね、計算してやるっていうよりは、おそらくそのユーザーの、クライアントっていうか、ウォレットが、行うようになるでしょうと。で、この左のイラストですと、例えばそのシャード3に移動することによって、来週の手数料がだいたい$100減りますよみたいなことが、レコメンドされて、で、イエスと押すとそのシャードに移動するみたいなことっていうのが、想定されるんじゃないかなというふうに思います。で、ちょっと少し具体的にですね、シャーゲルラの中身についてお話しできればというふうに思います。こちらがシミュレーションのモデルになっていて、まずシミュレーションはスロットっていう単位で済みます。スロットは、
時間を12秒ごとに区切ったもので、イーサ2だと各スロットごと1人のブロックプロポーザーが選ばれると。で、そのスロットが2つのステップに分解されていて、1つ目のステップで各ユーザーはトランザクションを生成して、そして2つ目のステップで、ブロックプロポーザーがトランザクションからブロックを作って、で、そのブロックが状態遷移を起こすという形で進んでいきます。で、今回のシャーグリラの最初のバージョンでは、トランザクションの意味としては、イーサーの送金だけを想定しています。本当はいろいろなスマートコントラクトとかアプリケーションっていうのをシミュレーションしたかったんですけれども、そうすると、シミュレーションのモデルとか過程とかっていうのが非常に複雑になってくるので、まずはイーサーの送金で結果を見てみました。で、このシミュレーションではですね、トランザクションの需要をどういうふうにモデル化するのかっていうのが非常に大事になってきます。我々はですね、ユーザーグラフっていう形で、モデル化を行っています。このイラストにある通り、各、ノードがユーザーを表していて、各エッジがそのユーザー間での送金を表しています。各エッジに2つの値が紐づいていて、1つ目の値、赤い方は、例えばこの図だと、ボブからアリスへの送金の需要が各スロットどれぐらいの確率で起こるかっていうものを表しています。で、もう一つの青い方の数字は、その送金について、そのユーザーがどれぐらいの手数料まで払っていいと考えているかっていう予算的なものを表しています。で、シミュレーションの設定としてはですね、こういった形になっていて、まずシャード数は64。これは実際のイーサ2と同じ値になります。で、ユーザーの数は仮で1万というふうにしています。そして、先ほど申し上げたユーザーの移動については、100スロットごとに一定割合のユーザーが移動するでしょうというふうに仮定をしています。で、この移動のアルゴリズムはいくつかあるんですけれども、こちらは後ほどご紹介します。で、ユーザーグラフは、特に偏りとは作らず、一様にランダムで設定しています。はい。で、もう一つ、シミュレーターの構成要素として、手数料決定ルールっていうのがあります。EIP15 な、1559というものを、導入しています。こちらはですね、今の、イーサリアムで使われているファーストプライスオークションを改良したルールになっていて、実際にイーサ1、イーサ2それぞれで導入が検討されています。具体的には、今の、イーサリアムとか、本質的にはビットコインでも、どういうふうに行われているかというと、各ユーザーが自分で思う、手数料、イーサリアムだったらガスプライスっていうのを自分で入札をして、で、その高い順に、マイナーなり、ブロック制でしたが選んでいくって形ですけれども、こうなると、ユーザーが自分で入札をするときに、ちょっとどういうふうに入札すればいいかっていうのが見当つかず、それによっていろいろな課題があるっていうのが、あるんですけれども、この EIP の場合だと、ベースフィーという、ガスプライスのある種デフォルト値みたいなものっていうのを導入して、それを軸に、各ユーザーが入札を行うってことを提案しています。で、このベースフィーというのがトランザクションの需要に応じて自動で調整されると。では、少しだけ結果について紹介できたらというふうに思います。まず一つ目が、各ユーザー、全体の3分の2のユーザーが、一番自分の手数料が下がるだろうっていうところに移動するもの。ある意味一番ナイーブなモデルですと。で、この場合どういったことが起きたかというと、一番ですね、先ほどのベースフィーが安いところにみんなが殺到することによって、そのシャードでですね、手数料が上がって、で、ひいてはそのシャードでトランザクションが詰まってブロックに取り込まれずに、放置されているってことが起きてしまいました。で、このグラフは縦軸がですね、各シャードのユーザー数を表してるんですけど、みんなが一番安いところに殺到して手数料が上がって他のシャードに移動するってことをずっと繰り返してるんですね。これによって少しユーザーにとっては良くないアルゴリズムであるということがわかると。で、というわけでですね、一番安いところに殺到するんじゃなくて、そのどれぐらい手数料が下がるかっていうのを、重みにして、ランダムにシャードを選んだらどうかっていうのがこちらになります。で、こちらも結果がもうすでに出ていて、これによって先ほどの一番安いところに殺到するっていう現象がなくなっていて、トランザクション詰まりっていうのも解除されていますと。で、さらに、シャードをそういうふうに移動するユーザーっていうのが、シャードを移動することによって手数料を削減できているっていうことも確認されました。で、次はですね、少し設定をまた変えていて、もし、ユーザーの需要に関して、すごく強い偏りがあった場合、すなわち、すごく人気なユーザーがいて、もう全体の5%から送金の需要があるっていうのがいた場合、どのような影響があるだろうっていうのが、こちらの結果になります。シャード0っていうのに、そういった人気のユーザーがあるっていうふうな仮定をしたんですけど、グラフにある通り、その人気なユーザーがいるところで、明らかにみんなが集まってきていて、手数料がかかってるっていうことも分かりました。
このようにですね、今はある意味イーサの送金っていうすごい簡略化したモデルで、なんとなくそのシャーディングにおいてユーザーの行動にどんな影響があり得るかっていうことが、少し紹介できたのかなというふうに思います。ですので、具体的に次はですね、イーサリアム2.0の詳細についてちょっと触れれればというふうに思います。まず、今、ローンチ間近になっているイーサリアム2.0のフェーズは、一番最初のフェーズで、こちらはビーコンチェーンという、全体を管理するシステム、チェーンみたいなものだけを導入されるもので、シャードはありませんと。ですので、基本的に用途はなくて、どちらかというと、プルーフ・オブ・ステークの検証的な意味が強いのかなというふうに思います。で、ポイントはこの次のフェーズ1っていうもので、データシャーディングっていうふうに言われたりもするんですけど、データが載せられるだけのシャーディングですと。で、このデータが載せられるだけっていうのはどういうことなんだってこというふうに思われるかなと思うんですけど、こちらについては大事なので、ちょうど紹介できればというふうに思います。で、この ESA2 のロードマップの中で、ロールアップっていう、レイヤー2のスループット向上技術っていうのが、すごく重要な役割をしています。ロールアップっていうのはですね、ちょっとすごくざっくりした紹介なんですけど、基本的にはレイヤー2技術で、トランザクションはメインチェーンにしっかりブロックに取り込むんだけれども、その検証を普通のトランザクションみたいに毎回行うんじゃなくて、オフチェーンで行うっていうものですと。トランザクションを、オペレーターと言われている人がオフチェーンで集めて、で、そのオペレーターが検証して、メインチェーンに書き込むんですけど、その時に少し効率的な方法を使っておくことによって、スループットを上げていこうっていう技術になります。で、ここでフェーズ1に戻ってくるんですけど、このロールアップで、使えるわけですね。フェーズ1はデータ置き場ということで、本当にデータが置ける、ただそれだけのシャードになるんですけど、これをロールアップに使えると。で、この図にある通り、少しロールアップの構成が2つになるんですけど、まず、イーサリアム1のチェーン、イーサ1のチェーン上にロールアップのコントラクトっていうのをデプロイしますと。で、ロールアップの実際の送金とかのトランザクションっていうのは、イーサ2のシャードに書き込まれると。で、イーサ2を、イーサ2のデータをですね、参照するみたいなブリッジの仕組みがイーサ1上に導入されることになってるんですけど、それによってイーサ1のロールアップのコントラクトで、イーサ2のシャードに置かれたトランザクションの、コミットメントを、参照できると。これによって、ある意味イーサ2のフェーズ1がすごく大きなキャパシティを提供して、で、ロールアップによってスループット上げていこうっていうのがフェーズ1の仕組みになっています。で、ここでですね、注意点としては、本当にイーサー2のフェーズ1のシャードっていうのは、本当にデータを詰めるだけで、左下にイーサフェーズ1のブロックのスペックが書いてあるんですけど、このボディっていうフィールドに、本当にただのバイト列を詰められるだけなんですよね。なので、トランザクションっていうの概念がありませんと。ブロック生成者がこのボディのフィールドにただデータを詰めるだけと。で、送金っていうのも基本的にないですと。ですので、どうやって、このブロック生成者がデータを詰めたことによって、手数料をもらうのかっていうのが問題になってくるんですけど、基本的にはこのフィーマーケットコントラクトっていうコントラクトがイーサ1上にデプロイされて、そのイーサ1上で手数料を支払う形になります。具体的にはイーサ1上で、何かイーサ的なものをデポジットして、で、ブロック生成者が、そこから引き出すことによって手数料が支払われるという仕組みになります。で、最近こういったフェーズ1、1.45 ダウンっていう概念が出てきていて、要はですね、フェーズ1の次に、今のイーサ1のチェーンを、ある種イーサ2の1個のシャドウとして取り込もうと。で、それによって、マージを終了しようっていうのがあるんですけど、この以降、そのシャードチェーンに今の EVM みたいなバーチャルマシンを導入するのが本当に必要なのかって議論が始まっています。で、ある意味、そのマージが終わったら、それだけにしようっていう概念も、で、ロールアップを軸にやっていこうっていうロードマップも、ビタリックから提案されたりとかして、非常にこれはかなり重要な議論かなというふうに思っています。まとめとしてはですね、本日はすごい短かったんですけれども、シャーディングの導入によって、少なくともですね、ユーザーの行動とかアプリケーションっていうのが大きく変わってくるだろうと。で、加えて、イーサ2の、方向性を決めるすごく大事な議論が進んでいて、これによってイーサ2が今後どういうふうに使われるかっていうのが大きく影響するので、ぜひですね、イーサ2を将来的に使うっていうプランがある方はですね、積極的に意思表示をして、コントリビューションをして、一緒にイーサ2をよくできればというふうに思っています。以上になります。ありがとうございました。